大家好、皆さんこんにちは、ボーフエです。今回はチャット GPT を使った勉強法を紹介します。チャット GPT は聞いたことがあるけど、使ったことがない人、使ったことはあるけど、勉強や授業にどうやって活かせばいいかわからないという方に向けて、僕が実際に授業や勉強で使っている GPT の方法を紹介します。それではご覧ください。もしいつでもどこでも自分の質問に対して何でも答えてくれる先生がいたら勉強ってはかどると思いませんか？その何でも答えてくれる先生がチャット GPT です。そもそもチャット GPT とは一体何でしょうか？チャット GPT は高度な AI 技術によって人間のように自然な会話ができる AI チャットサービスです。チャット GPT はインターネット上のニュース記事やウェブ記事、また雑誌や論文など様々な情報源からデータを大量に学習、分析して僕らの質問に対して回答を生成してくれます。最大の特徴は圧倒的なデータ量から来る対応範囲の広さ、そして人間同士のように自然な会話が生成できる点です。今回紹介する方法は2つです。まず1つ目は日常の学習などでどのようにチャット GPT を使うか、調べ物について紹介していきます。そして2つ目は授業中の使用例。授業中どのようにチャット GPT を併用しながら授業の学習を深めていくか、その方法について紹介します。それでは実際に使ってみましょう。まずは1つ目。調べ物ですが、今回は英単語、特に語学系の学習についてフォーカスしてやってみたいと思います。例えば、授業中や学習中、わからない単語が出てきたとしましょう。そんな時にも GPT が使えます。例えば、わからない単語、今回は distinct でいきたいと思います。シフトとエンターで改行がすることできるので、改行してみて、次の単語の意味、そして語源、また例文入力してエンターを押すだけで、チャット GPT が答えてくれます。出てきましたね。このように意味や語源、さらには例文を使って日常の会話や文章の中でどのように使われるか、かなり理解を深めて語学の学習に使うことができます。また日常の調べ物だけではなくて、文章の添削や語彙の間違い、文法の間違いなども指摘してくれます。今回は文章の添削も少し紹介してみたいと思います。文法的に間違った文章を打ってみたいと思います。このように少し文法的に間違った文章を入力して文法上のミスを修正指摘してくださいと入力してエンターを押すだけで間違いを指摘してくれます。皆さんどこの部分の文法が間違っているか分かりましたか？このように調べ物の学習でもチャット GPT に自分の聞きたいことを投げかけるだけで自然な回答を生成してくれます。語学系の学習においてなかなか難しい文法上のミスを発見してくれて指摘してくれたり、そういった先生としても使えるのが魅力的なポイントです。それでは使用例2つ目、学校の授業、特に大学の授業など授業中にどのように活用するかを紹介していきます。例えば授業中にもらった PDF などをこのようにドラッグ&ドロップすることによって PDF を読み込むことができます。PDF に書かれている内容について詳しく日本語で教えてください。このように投げかけるだけで少し時間はかかりますが、授業の PDF などを読み取って内容を解説してくれます。今回は薬理学のアドレナリンについて紹介した PDF を読み込ませてみました。また生成された回答にあまり満足いかなかった場合は、このボタンを押すことによってさらに回答をもう一度生成することができます。試してみたいと思います。このようにさらに詳しく分類分けをしてもらった回答を生成することができました。このように PDF の概要などを手っ取り早く把握することができます。また、生成された回答についてわからない部分があって、さらにもっと詳しく知りたいとき、詳しく解説しているサイトを紹介させることもできます。わからない部分を選択してコピーします。わからない部分やわからない単語について検索させて、そのサイトについて紹介させることができます。ちなみにサイトはこのようにチャット GPT が生成した文章の中のダブルクォーテーションマークの中に引用がついています。このように Wikipedia やサイトについて飛ぶことができます。もう一段階勉強に応用したい場合はこのように使うこともできます。このように問題を作って解説までつけてもらい、自分自身の理解を深めることができます。調べ物学習や授業中の学習サポート、
このようにチャット GPT を使うことができます。実際にチャット GPT を使って学習して、学習の効率を大幅にアップすることができています。そのおかげで YouTube や部活動など勉強以外の時間を捻出して、このような形で皆さんに動画を届けることができています。本当に助かっているので皆さんもぜひ使ってみてください。ここで注意点なのですが、GPT にはバージョンが2つあります。GPT3.5 と GPT4.0 です。特に GPT3.5 は2021年9月までの情報をもとに生成しています。GPT4.0 は2022年1月までです。どちらも過去の情報を元にしているので、特に時事問題や最新情報などについては、正確な回答が得られない可能性があります。その点には気をつけてください。また、最新バージョンの GPT-4 でも、完全に正確な回答をいつでも得られるわけではありません。その点も注意してください。特に最新バージョンより GPT3.5 は誤った回答が多い印象です。特にこの問題を解いてくださいという指示は要注意です。数%ほど間違ってると思ってください。僕のおすすめの使い方は、紹介したような言語での単語の学習、また与えた情報を元にした回答など、そのような使い方をお勧めしています。また GPT はある程度の計算はできるのですが、高度な計算は少し間違っている印象もあります。僕のおすすめはプラグインという GPT 内で使えるアプリのようなものをお勧めしています。ウォルフラムと呼ばれるプラグインを使えば、ある程度高度な計算を GPT 内で行うことができます。GPT3.5 は無料で使うことができるのですが、最新バージョンの GPT4.0 は有料になっています。毎月$20支払うと使用することができます。少し高めですが、GPT4 の方が圧倒的に性能がいいので、そちらの使用をお勧めします。いかがでしたでしょうか？今回はチャット GPT を使用した効率的な勉強方法について紹介していきました。もし私はこんな使い方もしているよなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、チャット GPT を使用した語学学習に関しては、さらに効果的で詳しい学習方法を紹介できたらと思っています。そちらの動画も楽しみにお待ちください。このチャンネルはこのような勉強方法の他にも中国留学のリアルな日常をお届けしています。ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、インスタグラムでも動画内では扱いきれない日常をアップロードしています。そちらもぜひチェックしてみてください。チャット GPT を使用して皆さんの学習がさらに効果的に効率的になることを願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。再见。